真実の山登って無駄に終わることはない。かのドイツの哲学者ニーチェの言葉です。歴史の真実、それは謎に包まれた壮大なミステリー。推理、推測、定説、仮説、人々は常に時代を空想し、そこにある真実とロマンを追い求めてきました。そして今宵我々は未だ解明されていない日本の歴史ミステリーを紐解き、その失われた真実に迫っていきたいと思います。新説ミノモンタの日本ミステリー。ヤーレンソーランはヘブライ語だった。日本語とヘブライ語の奇妙な一致。日本のルーツは古代イスラエルにあった。とてもびっくりしました。ミステリーです。日本にダビデと言われる神社が実在。1300年の眠りから覚めた驚くべき証拠とは。歴史とは想像するロマン、これがモットーでございます。ミノミステリー博物館館長ミノモンタでございます。よろしくお願いいたします。そしてモンタ館長の助手を務めさせていただきますテレビ東京アナウンサーの大橋美穂です。さあ今日は、ミステリーはミステリーでもただのミステリーじゃございません。論客4人においでいただきましたね。関根さん、ミステリーといえばどんな興味をお持ちですか？やっぱり我々が知らないことですからね、時代というのは、空海とかね、何をやってたかっていうのはね。いきなり空海ですよ。すごいでしょう。でも知りたいよね。知りたいんですよ。会ってみたいとかね。ありますね。ゲストで呼んでみたいってありますよね。一番僕がね感動したのはね、歴史ってのは英語でなんて言う？ヒストリーだろうっていう話から始まってね、ヒストリーはね君、ヒズストーリーから来てるんだよ。ヒズ、彼の物語。それでヒストリーだっけ？君そのヒズって誰だか知ってるか？イエス・キリストだよ。要するにイエス・キリストが誕生してからイエス・キリストの歴史がずっとそこから歴史は始まる。さあ今回はですね、さまざまな日本のミステリーを本当にそうなの？確かにそうかもっていう側に皆さんに思う存分楽しんでいただきたいと思います。まずはこちらのミステリーです。さて皆さん、日本のルーツって考えたことありますか？もし9000キロ以上離れた古代イスラエルに我々のルーツがあったとしたらどうします？あなたはこのミステリー信じますか？ミステリーファイル1。日本語に似た謎の文字。これ見ていただきたいんですけども、ほとんど同じなんですね。偶然とはちょっと考えられないんじゃないか。なぜ異なる国の文字が似ているのか。そこに日本最大のミステリーが隠されていた。海を越え古代日本にやってきた19万人もの大集団。その正体は。謎を解く鍵を追い求め、我々は神社に伝わる伝説を紐解いた。するとここの御祭神がユダヤの神さんだという。なんと日本にユダヤの神伝説があった。その正体を示す1300年前の宝、テレビ初公開。1300年も昔のものでございますから、西洋人の顔ですから鼻の高い。歴史を紐解けば次々に浮かび上がる日本と古代イスラエルの奇妙な関係。古代日本を訪れた大集団、その謎を徹底取材。来年2月から日本を調査します。今夜衝撃の事実が明らかになる。日本のルーツは古代イスラエルにあった。失われた10氏族の謎に迫る。日本と古代イスラエルを結ぶその暗号は、実は民謡の中に隠されているという。ヤーレンソーラ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 ン、はいはいソーラン節は北海道の日本海沿岸に伝わる民謡。浜に近づくニシンの群れを待ち望む漁師の歌である。だがこのヤーレンソーランという言葉、一体どんな意味があるのか。
いやまだ小さい時から来てるからそういうような不思議ってことはわからねえよね。昔からどういう意味って言われるとちょっとね。地元の人でもわからないヤーレンソーランの意味、それを意外な人物が答えられるという。その男は東京にいた。この番組はメナード化粧品、積水ハウスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。あ、こんにちは、どうも。こんにちは。はい、こんにちは。出迎えてくれたのはイスラエル駐日大使エリ・コーヘン氏だった。ヤーレンソーランの意味を知るという。果たしてその意味とは。ヤーレンは歌をします。歌をします。心を楽しなります。ヤーレンです。ヤーレンとは歌を歌って楽しくなるという意味だという。ソーランははしごです。そしてソーランははしご、つまりヤーレンソーランには歌を歌うとはしごの2つの意味があるようだが、一体どういうことか。北海道に残るニシン小屋で我々は大使の言葉にあった驚くべきものを発見した。そこの階段登って、あれはしごですよね。はしご。大使の言葉にあったはしごがなんとニシン小屋にあった。その昔漁師たちははしごを登り、浜に近づくニシンの大群を天窓から眺め、互いに喜び歌い合ったという。そして誕生した歌がソーラン節では、一体なぜ歌詞にイスラエルの言葉があるのか。ただの偶然なのか、それとも。私は日本に来てからその文化や習慣がイスラエルと極めて似ていることに驚きました。日本とイスラエルにはさまざまな共通点があると大使は語る。例えばこのお祭りから聞こえてくるエッサという掛け声。エッサ、同じ言葉はエブライ語が意味があります。意味は、持ってきます。carry、pick up、yes、carry it。コーヘン大使によると、みこしを運ぶ時の掛け声エッサはなんとエブライ語でも運ぶという意味が一致している。日本文化は分かりません。少し多分分かりません。とてもびっくりしました。ミステリーです。イスラエルは日本から地球の反対側に位置するはるか9000キロ離れた冬季国、地中海東岸にある人口およそ700万人の共和国。そんなイスラエルと日本の間に一体どんなつながりがあったというのか。日本に暮らすイスラエル人もその共通点にたびたび驚かされているという。日本語とヘブライ語同じ意味と発音いっぱいある。びっくりした。言葉が同じだというのだが、あたは日本語であなた。ヘブライ語のあた、それはあなたという意味。確かに意味も発音も似ている。さらにバレル日本語ではっきりされる。ヘブライ語のバレルははっきりさせるという意味。さらに他にも多くの一致が。節分もあります。節分があるんですか？はい、ある。石を投げる。なんとイスラエルに節分と似たものがあるという。豆ではなく川に石を投げ厄を払う風習である。この奇妙な偶然についてヘブライ語に詳しい聖書解説者の久保氏は、イスラエルと日本というのは地球の反対側ですので、
で途中に似た言葉がないのにこの非常に離れた場所で意味も発音も同じ言葉がたくさんあるというのは、偶然とはちょっと考えられないんじゃないかと思います。これ見ていただきたいんですけども、はい、ヘブライ文字とですねカタカナひらがなの類似ということでね、例えば日本のですね「コ」というカタカナがねヘブライ文字とも似てる。あと「カ」「と」という字も似てますし「ひ」「り」という字ですね。久保氏によれば文字によっては全く同じものが存在するというのだ。そうとかすごい。そもそも古代イスラエルとは紀元前13世紀頃地中海東岸に建国された国で繁栄分裂滅亡と栄枯盛衰を繰り返した歴史を持つ。古代イスラエルは紀元前926年に南北2つの国に分裂。その後紛争に敗れ国を失いました。その際12のうち10もの氏族が忽然と消えてしまったんです。彼ら10氏族の行方は全くわからないのです。そう、この古代イスラエルの失われた10氏族、この行方こそ世界有数の謎なのである。彼らの歴史は戦いの歴史でもあった。12の氏族からなる古代イスラエル王国は紀元前926年北と南に分裂。その200年後北イスラエル王国が滅ぼされ、やがて南のユダ王国も滅亡。それ以来10氏族の行方が分からなくなっており、アジア各地に離散したと言われているが、その真相は謎に包まれている。大ヒット映画「インディ・ジョーンズ」はその古代イスラエルの失われた10氏族をテーマに聖杯を追い求めるミステリーアドベンチャー。10もの氏族は一体宝物とともにどこに消えたのか。その行方は謎めいた伝説のみを現代に伝えている。我々は10氏族の行方についてある記述を発見。その群衆は10氏族あった。彼らにはユーフラテスのほとりから1年半という長い道のりが待っていた。そこはアルツァレトという地方だった。失われた10氏族はシルクロードを通り日本まで来ていたのだろうか。失われた10氏族は100万人を超えていたとも言われる。どこへ消えたのだろうか。独自の調査を開始するとある手がかりを発見。その記事には失われた10氏族の末裔800人をなんとイスラエルに呼び戻したとある。その800人とはミャンマーにいたシルシン族。発表した研究機関の名はアミシャブ。我々は聖地エルサレムにあるそのアミシャブを探した。日本とイスラエルの不思議な類似、それは古代イスラエルの失われた10氏族が日本に来たからなのか。その手がかりを握るアミシャブ、ついにその場所を突き止めた。